こんにちは。美味しい引き出しの英子です。今日はデニッシュ食パン風22を作ります。2年ほど前にあげた前回のデニッシュ食パン風はありがたいことに再生数が17万回を超えました。見てくださった皆さんありがとうございます。今回は最新の製法とマヨネーズパンレシピでアレンジしてみました。少ないバターと簡単な成形で耳はサクサク、中はふわふわの美味しいパンが作れます。最後まで楽しんでみてください。では生地作りから始めましょう。材料紹介です。強力粉、砂糖、塩、イースト、ぬるま湯、牛乳、溶き卵、練乳、マヨネーズです。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まずイーストの予備発酵をします。40度ぐらいのぬるま湯の中に分量の中から砂糖を1つまみ、そこにイーストを振り入れます。イーストをよく溶かしてブクブクと泡が立ってくるまで10分ぐらい室温に放置します。次に粉類を合わせます。強力粉、残りの砂糖、塩、空気を含ませるように軽く混ぜ合わせておきます。はい、10分経ちました。イーストはこのようにブクブクに発酵しました。生地を作るボウルにくるくると回転させながら移します。そうするときれい。常温に戻した溶き卵、30度ぐらいに温めた牛乳、先ほど合わせた粉類を半分くらい入れます。大体の量で大丈夫です。混ぜます。ちょっとね、今日粉入れすぎちゃったかも。でも大丈夫です。このくらいもったりしても大丈夫。粉が見えなくなってこのように滑らかになればこれで OK です。蓋をして10分置いておきます。ちなみに本日の室温は24度です。私は25度以上の時は室温に置いておきますが、25度以下になったら暖かいところに置いています。熱いお湯の入ったカップと一緒にオーブンの庫内に入れておくと30度から35度ぐらいになるのでおすすめです。はい、10分経ちました。ではこの中に練乳とマヨネーズを量りながら入れていきます。練乳は 15g、 マヨネーズは 20g です。開けてなかった。まさかの未開封でした。マヨネーズが 20g、 軽く混ぜます。そしたら残りの粉を全部入れます。最初はぐるぐる、その後切るように混ぜます。全体に水分が回ったらハムスター混ぜいきます。容器を立てて上から手で押さえてヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。だいたい1分ぐらい混ぜます。はい、だいたい1分ほど混ぜました。生地はこんな感じです。ボウルの周りをきれいにします。はい、そうしたら下から上へ返すようにして生地の表面を整えていきます。はい、こんな感じで OK です。蓋をして30度から35度ぐらいの暖かいところに今度は20分置いておきます。はい、20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らして生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして20回ほど折りたたみます。伸ばして折りたたむ、伸ばして折りたたむ。これを20回ぐらい繰り返します。
はい、だいたい20回ぐらい折りたたみましたので、これで OK です。はい、表面を整えたら蓋をして、また30度から35度くらいの温かいところに20分置いておきます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。先ほどと同じようにひっくり返してポンポンして5、6回折りたたみます。2回目のパンチは1回目よりも伸びにくいので、このように伸びなくなったらそれで OK です。表面を張らせるように整えます。軽く濡らしたら蓋をして2倍くらいの大きさになるまで一次発酵させます。このタッパーをお使いの方は生地が蓋までつくくらいが目安です。では熱いお湯が入ったカップと一緒にオーブンの庫内で一次発酵させます。はい、一次発酵が終了しました。38分ぐらいで蓋にいっぱいにつくくらいまで発酵しました。では台の上に移します。はい、両面に粉をまぶします。ガスを抜いて長方形に広げていきます。縦の長さが40センチぐらい、横の幅が20センチぐらいを目指します。四角く伸ばすときはこんな風に十字に印を入れて、こんな感じで放射線状に広げると割と簡単にね、四角くなります。今日は生地を休ませないでこのまま成形します。台に粉をなじませて、でこういう大きい面台がない方は40センチに伸ばすといってもちょっと難しいと思うので、その場合はできるだけでいいです。できれば35センチ以上がいいと思います。この長さが長ければ長いほど層がたくさんできるので、ちょっとねデニッシュっぽいような感じになると思います。はい、こんな感じでね、一回剥がすと巻くときに成形しやすいです。あ、縮んじゃった。はい、だいたい20センチ ×40 センチぐらいになりました。では無塩バターを塗っていきます。無塩バターこれ 20g です。バターは一次発酵の時に一緒にオーブンの庫内に入れておきました。そしたら十分に柔らかくなります。ハケで塗ってもいいしヘラで塗ってもいいんですが、私は先ほど使った手袋で塗り広げていきたいと思います。で巻き終わりの2センチぐらいのところはバターを塗らないでおきます。塗っちゃうとね、なかなか閉じなくなるので残しておきます。でバターは中心から外側に向かってこういう風に広げると広げやすいし、生地も傷まないです。端っこの方もねちゃんと塗りましょう。そしたらこの手袋についたバターを型にも塗っていきます。はい、今日使う一斤型です。このままねこうやってバターを塗ってしまえば洗い物も増えないし、手袋も最後まで利用できます。ほら、いい感じに塗れます。では巻いていきます。最初は中心を作ります。それで生地を少し引っ張りながらここを張らせるようにキュッと前面に押し込むような感じ。ちょっと引っ張りながら押し込む。
ちょっと引っ張りながら、巻き終わりはこんな感じで向こう側から生地を持ってきてつまんで閉じます。はい、形を整えてラップに包みます。このままだと切りにくいので、ラップをしたら冷凍庫で20分ほど冷やしたいと思います。はい、冷凍庫で20分ほど冷やしました。ではこれを切っていきます。ちょっと打ち粉をしておきます。今長さは25センチぐらいになっちゃいましたけど、今ね大まかに3分の1のところに印をつけました。でこれをまた3等分印をつけます。この太さはね別にそんなに厳密に考えなくても大丈夫です。それで包丁で切ってもいいんですけど、包丁だとねちょっと切りにくかったんですよね。はい、今日は糸で切ります。見えますか？糸の方が簡単に切れるし綺麗に切れる。思い切って左右にこう交互に倒していきますね。糸を引っ張るときにあまり遠くを持つと糸が切れちゃうので、近いところを持ってでスッと切ります。糸を下に置いてスッと、めっちゃ気持ちいいです。これねもっと細かく切りたい人はもっと細かく切っても大丈夫です。最後はこうじゃなくてこのね模様が出た方を表にしようと思います。一斤型のサイズぐらいまでぎゅーっと縮めます。では一斤型に入れます。ちょっと押さえてあげて、ほらいい感じに入りました。表面が乾燥していたら霧吹きでお水を吹きかけておきます。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。30度で型より1センチぐらい下になるまで発酵させます。だいたい40分から50分以上はかかると思います。では行ってきます。はい、最終発酵が終了しました。55分ほどで出してきました。生地の状態はこのくらいです。こっちとこっちとちょっと高さが違うんですけど、もう少し室温発酵させたいと思います。オーブンは180度に予熱をスタートさせました。天板も一緒に入れています。もうちょっと待機。はい、今7分経ったところです。ちょっと様子見てみましょう。このくらいね発酵しましたね。もうそろそろいい感じだと思います。生地に使った残りの溶き卵を塗っていきます。では180度で25分を目安に焼いていきます。この型からバターがにじみ出て天板が汚れるので、オーブンペーパーを下に敷いて焼こうと思います。では行ってきます。はい、焼き上がりました。180度で25分焼きました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。少ないバターと簡単成形のデニッシュ食パン風22はいかがでしたか？これなら作ってみたいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ではまた次回もお楽しみに。バイバイ。